どうもです。今回はですね、こちら、ゴマモンガラっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。早速出迎えてくれたのは、アオウミガメ。優雅に泳いでいるので、近づいてみましょう。ちなみに大人のカメだと結構警戒心が強くて近寄れないんですけど、このぐらいのカメは全然逃げないんですよね。もうなんなら触れそう。本当にね、天敵がいないんでしょうね。なぜかここでいきなり逃げていきました。さて皆さん、この奇妙な生物知ってますか？オビクラゲって言って大きいやつだと1メートルを超えるんですよ。ちなみに毒は持ってないんで普通に触れます。それではそろそろ素潜りをしていきましょう。潜行開始。水深は8メーターほど。何を見つけたのでしょう？マサル視点を見ていきましょう。目の前にいる紫色の魚を狙っていきます。おっと、逃げられてしまいました。ただまだ諦めるのは時期尚早。狙っていきます。ヒット。シャフトが直接脳に刺さり、見事なキルショットが決まりました。それでは回収していきましょう。海面に上がるまでついた魚の名前を予想してみてください。これは結構難しいかも。さてこちらのお魚は丸口姫路。おじさんの仲間でかなり大型になる種類です。売り物にしていくのでしっかりと血抜きもしていきます。それでは本日の主役を狙っていきましょう。水深は15メーターほど。真上から一気に距離を詰めて狙っていきます。ヒット。ゴマモンガラが食事に夢中になっているところを視覚から狙っていきます。ヒット。通常ゴマモンガラはかなり警戒心が高くて普通には近寄れないんですね。なので今回の食事中に出会えたのはかなりついています。海底で大暴れしていますが、ここはもうパワープレイ。一気に引き上げていきましょう。ちなみにゴマモンガラは産卵期に凶暴になることで有名な魚です。ダイビング中に不用意に近づくとウエットスーツごと肉を噛みちぎられるんで、皆さん気をつけてくださいね。そして今回は打ちどころがいいですね。目を貫いています。これは剥製にするしかありません。ゴマモンガラ。それでは陸に戻って食べていくとしましょう。ということで今日はですね、こちらゴマモンガラを剥製にしようかなと思っております。で、剥製にして残った身は、もちろん唐揚げでね、いこうかなと思っております。ということで早速観察していきましょう。はい、ということでこちらがゴマモンガラなんですけども、こいつの特徴はですね、これです。この強靭な歯ですね。この歯はね、もう本当に強靭で、アルミ缶とかだったら余裕で噛み砕きます。で、去年ね、こいつにアルミ缶を噛ませてる動画があるんで、それ見たら結構衝撃受けると思う。で、シルエットはカワハギみたいな形してるんですけども、皮がとにかく硬くてですね、鱗が、これは退化してるっていうのかな。普通は魚、鱗が一枚一枚離れてるんですけど、この魚はですね、鱗が全部繋がってます。鱗剥いだりとかできないんですよ。で、めちゃくちゃ硬い。包丁とかで叩くと分かると思う、音が。魚の肌の音じゃないんですよ。で、ちなみにこいつはですね、結構気性が荒くてダイバーを襲うことで有名な魚なんですけども、水中銃を持ってたら命の危険を感じるのかわかんないんですけど、こいつは寄ってこないです。漁師で危険な目にあったって言ってる人まだ出会ったことないです。はい、ということで今日はですね、ハリセンボンの剥製に続き、人生2匹目のね、剥製作りになるんですけども、こいつはね、鱗もないし、皮も頑丈だし、簡単なんじゃないかと思い、今回ね、こいつをやることにしました。それでは、早速、やっていきましょう。で、剥製の手順なんですけど、お腹の方をこうやって開いていって、で、そこの隙間から身を剥がして皮だけにしていく作業になります。どうしようかな。こっちが目潰れちゃってるからね。でも目使わないか。飾るときこっち向きでやりたいんで、こっち側から切り目入れとこうかな。で、ここにですね、肛門があって、こうやって包丁入れていきたいところなんですけども、モンガラ系の魚はですね、ここになんかね、硬い骨が入ってるんですよ。なんで、ちょっとね、こっち側からずらして包丁を入れていきます。包丁って言ってもハサミなんですけどね、肛門からハサミを入れて切っていきます。
モンガラ系の魚はもうほんと皮が硬くて、包丁でやると包丁傷んじゃうんでね。ハサミでやった方がいいですね。やっぱこれ、ハサミめっちゃいいわ。新品に変わりましたからね。で、おそらく、こっちもね、入れといた方がいいと思うんですよ。多分ね、無理だと思うんだよな、これじゃあ。まあ一応これでやってみますか。肛門より後ろ側、ここも切り込み入れないと厳しいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ一応これでいってみましょう。で、それではこれ、切れ目入れたところでですね、普段使わないんですけど、ペティナイフでね、やっていきます。これで、皮と身を剥がしていきます。やっぱ厳しいな。ちょっとここ切った方がいいわ。もう仕方なしです。ここ切ります。とはいっても、こっちが裏っ側なんで見えないんでね。切りづらい。こんなもんか。いいね。やっぱここ切り込み入れてよかったわ。なんか意外とそんなに皮と身繋がってないんですね。結構楽だわ、これ。なんか20分ぐらいで終わりそう。で、ここヒレが繋がってるんで、ヒレはね、これ、ハサミで切った方がいいと思うんですよ。ヒレ残さないといけないんだよ、これ。これ初めてで怖いんで、ちょっと多めに切ろうかな。ヒレなくなんなよ。ちょっと下目に行こう。手でいけるわ。今包丁でめちゃめちゃ頑張ったんだけど、手でいけるぞ。わからないと思うけど。ほら、音でわかるでしょ？全然手でいける。こいつパワープレイでいける魚だ。一旦ね、ここまでいったんで、反対側行きます。手でいけるはずよ。てか、この骨は残すもんなのか。すごく邪魔だな。一旦ここで切ろう。ここで切ります。この骨なんだ？よし、切れた。よし。で、ここにですね、尻びれがあるんですけど、尻びれの付け根の部分、短気骨っていう骨があって、ここが身と繋がってるんで、この骨を切っていきます。よし、切っていきましょう。ハサミが入らんと。こいつは頑固ちゃんだな。頑固ちゃんみたいな顔してないな。いけた。素直だ。いいね。ほら、いけた。切れたぞ。よし、これでいけるぞ。メリメリ剥いでいきましょう。所詮こいつもカワハギなんだな。俺が剥いでやろう。硬い。で、これヒレがまた繋がってるんで、ヒレも切っていくと。どこぐらいから切ればいいのかっていうのマジで難しいんだよな。よいしょ。一旦尻尾から外していこうかな。これ切っていきますね。切っていきまして、で、これ切ります。いくぜ！柔らか。また大変なのが、これね、この背びれの部分も骨でくっついてるんで、これも外さなきゃいけないんですよ。これね、めちゃめちゃむずい。こうだ、こう。触っていい？これめちゃめちゃなんだけど。嫌です。よし、やろう。よいしょ。オッケー。いいぞ。これいける。よいしょ。どうなってるんだろう、これ。来た。この角。これわかるかな？今、角の付け根切ってます。いきます。硬っ。ほぼ終わったようなもんよ。終わってないな。なんか目玉がすごいひっついてるんだよね。よし！ 18金の映像。あとはこの口を外していくだけですね。多分ね、口は歯を残したいんで、ちょっとこんな感じで取っていこうかな。よいしょ。身を残してしまうんですけど、一旦ちぎっていきますね。合ってるか。よいしょ。ほら見て、ここ。抗筋力が半端ない魚なんで、ほっぺの肉すごいんですよ、これ。ここほっぺの肉です。顎の力が強いっていうことは、やっぱ噛む力、その筋肉がね、でかいんですよね。そしてようやく手に入れました。よいしょ。
これがね、白製になります。モンゴラカワハギ意外と簡単でしたね。なんか15分ぐらいできました。あとは、この辺の身をね、取っていかなきゃいけないところなんですけども、まずは唐揚げからいきましょうか。はい、それではですね、ここから調理していきましょう。お腹の中見てみましょうか。モンゴラ系の魚はですね、顎が頑丈で、甲殻類とか貝とか結構硬いもの食べてることが多いんですけど、何食べてるんでしょうね。硬いな、これ。うわ、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってるね。でも内臓、何が入ってるかわかんないな。でも、ジャリジャリしたものが入ってるのはわかるんですけど、これが何かってのはちょっとわかんないな。やっぱ、硬いものを食ってるんだろうな、というのはわかりますね。で、ほとんどがね、これ肝臓なんですけど、ゴマモンガラはね、一応シガテラに当たる可能性があるんで、肝臓とか食べない方がいいですね。で、この黒い部分が脾臓。だとね、心臓がこの辺にあるんじゃないの？心臓ないな。で、これ白いのが浮袋ですね。これも外していきましょう。取れました。それではですね、頭を落としていきましょう。これ胸びれを切り取っちゃってるんで、ここに穴が開いてるんで、いつもとは勝手が違うね。硬っ。なんかすごい硬い骨が入ってる。反対側も切っていきます。硬いぞ、これめちゃくちゃ。背骨がめちゃめちゃ硬いんで、ハサミでいきます。よいしょ。やっぱ枝切りバサミ最強だな。オッケー。はい、それでは3枚におろしていきましょう。ヒレがないから新鮮だな。で、背中側。で、ここね、腹骨繋がってるんで、ハサミで切っていきましょうか。包丁でやってもいいんですけど、やっぱハサミがね、楽ですよね。はい、取れました。結構綺麗な身ですよね。じゃあ、反対側です。包丁どこ入れていいかちょっと分かりづらいな。オッケー。でもモンゴラカワハギは面白いのが、この白い筋肉の部分が尻尾をこうやって動かす筋肉なんですけど、瞬発的にはこういう動きをするんで、側筋でできてるから白いんですよ。で、逆に外側の赤くなってる部分、これはさっき切り外してたこのヒレがあった部分なんですけど、ヒレをパタパタね、ずーっと動かすから持続性のある筋肉、チキンがね、使われてるんですよ。面白いですよね。そしたらですね、頭もちょっと切り離していきますか。もう釜なんで、釜切り離していきます。こっちも釜を切り離していきます。これね、ほっぺをね、切り離したいんですけど、どうやって切るのがベストだろうな。これこうかな。こうやって包丁を入れて、わかった。皆さんわかりました。ハサミでやればいいんです。ほっぺ肉食べたいもんね。こんだけ立派なんで。反対側も、もうハサミです。うわ、すげえ。プルップル。いいですね。もうあとほとんど可食部ないですね、これで。じゃあね、腹骨落としていきましょう。腹骨入ってねえな、こいつ。入ってねえぞ、腹骨。落とす必要なかったわ。なんで、ちょっと血合い骨だけ落としますかね。血合い骨だけ、落としていきましょう。モンガラは腹骨入ってないんですね。はい、それじゃあですね、身になったところで、これを唐揚げにできるように一口サイズに切っていきましょう。裏側のね、皮目にある筋をね、取った方がいいんですけど、唐揚げだとね、俺はそんな気にならないんで、これも切らないです。もう適当に一口サイズですね。一口サイズに切っていきます。それでは味付けをしていきましょう。全部同じ味。OK。はい、それでは用意する調味料はですね、ニンニク、生姜、醤油、酒です。上品な味が楽しみたい人はニンニクいらないですね。まずは、醤油。酒。ニンニク。生姜。で、これ混ぜ合わせていきます。で、魚はですね、鶏肉とかと比べて味が入りやすいんで、30分ぐらいつけたらね、結構味入ります。あんま1日とかつけるとね、辛いです。それでは、30分待っていきましょう。はい、それでは、30分経ちました。片栗粉をつけていきましょう。はい、それじゃあね、片栗粉を入れていきます。で、この中に唐揚げを入れていきます。はい、そしたら、これを振っていきます。よいしょ。いいね。セット。じゃあ油を入れていきましょう。よっしゃ、入れていこう。いきます。お、いいじゃないですか。こちらほっぺです。
あんな見た目ですけどしっかり美味しいですからね。うわ、うまそう。さて完成しました。いただいていきましょう。もう絶対うまいもん。いただきます。うまっ。めちゃめちゃ美味しいわ。やっぱね、モンガラ系の魚は唐揚げがすごい合うね。やっぱちょっとフグとかに若干ではあるけど近い種類ではあるんで、プリップリなんよ。やっぱ美味しいわ。身もね、やっぱフグっぽいです。で、こちらです。ほっぺ。あー、これもうめえ。しっかりうまいな。うまっ。もう食感もいいし、臭いもないし、最高ですね。はい、ということで、まだ終わりではありません。ここからね、剥製作りを再開していきますか。はい、それでは唐揚げを食べたところでですね、剥製の下処理をしていきましょう。下処理に用意するものはこちらです。アルコールです。スピリタス、ウォッカ。なんか僕の友達で剥製作りを趣味にしてる人がいるんですけど、その人にね、何したらいいって聞いたら、まあお酒やろうなと言ってたんで、今日はね、ウォッカを用意しました。皮の色とかが抜けちゃって逆に良くないらしいんで、まあ3日ぐらいがベストだよということを言ってたんで、3日間ね、このアルコールにつけていこうかなと思います。それではやっていきましょう。はい、それではね、漬け込んでいきましょう。スピリタス2本買ってこなかったのは、これで1本1900円とかするんよ。ちょっと日和りました。お高すぎる。3日間眠っていらっしゃい。そしたらこの中、スピリタス 96% 入れていきます。そういえば俺スピリタス飲んだことないんだよな。どんなんなんだろう。消毒液やんこれ。やば。毒です。世界一まずかった。でこのウォッカね、これはね 40% です。ちょっとこれ舐めてみようかな。これも 40% はねまずいよ。全然違う。もはや匂い感じんもんこれ。まずいけど飲めなくないな。スピリタスのウォッカ割りを今作っております。最高の料理です。スピリタスのウォッカ割り足りんな。もう1本ウォッカ入れよう。最高に口の中が不愉快。すげえなスピリタス。一口舐めただけで二日酔いみたいになって頭痛いんだけど、まあこのモンガラカワハギの皮も臭いんで、臭いものは臭いもので臭さを取んなきゃね。これで3日間漬け込んでいきます。うわー頭痛い。では3日後、全く別の学から始まってると思うけど、はい、それではですね、3日経ちました。初めて作るからいい感じなんかどうかはわからん。とりあえずできました。こんな感じになっております。で、こっからですね、乾燥させていくんですけども、このままやるとね、まだ身が残ってて腐っちゃうんでね、除肉をしていきましょう。除肉をして、形を整えて乾燥。ということで、早速、やっていきましょうか。よし。すげえ。さすがに俺もこれは飲みたくないな。捨てまーす。そう、まだね、筋とか肉がね、残ってるんですよ。こういうのね、膜みたいなもんなんですけど、おそらくこれをちゃんと剥ぎ取っとかないと腐ります。腐るととんでもない匂いになりますからね。ここら辺もね、なるべく取っといた方がいいんだと思う。あ、でも綺麗になるね。ほら、こういうのが腐るんですよ。これな、取れてるかどうか動画的にはようわからんな。変化がないですよね。ここら辺とかも取った方がいいんだろうな。取れるのか。あ、でもこれ全部取り切るのはきつそうだな。ここどうやって取るんやろ。わからん。ここにも肉残ってるな。これどうやって取るんや。取り切れずにもう干し肉みたいになってもらおうか。うわー、塩漬けにしたいな。絶対臭くなるなこれ。まあいっか、やってみるか。多分臭くなるだろうな。いやでもこいつはやっぱ本当に皮が頑丈だよな。こんだけ適当にやっても皮がボロボロなんないですもん。一番最初にやるんだったらこれなのかもね。はい、そしたらですね、ここまで来たらこの中にですね、綿を詰め込んで生きてた時の分厚さにしていきます。で、今日準備するのはですね、この綿と紙粘土です。なんかね、紙粘土はいろんな場所にこびりついて剥製自体がね、汚くなっちゃうみたいなんで、なるべく綿でやった方がいいとのことでした。ということで綿メインでなるべくやっていきます。3倍になるって書いてあるけど、本当に3倍になるのかな。3倍って結構びっくり箱ぐらい大きくなる。こっから3倍になるやろ。ちょっとずつ出すパターンや。ほんまや、めっちゃでかくなった。じゃあ入れていきますか。これモコモコすぎない？こんなもんかな。あ、いいね。いいじゃない。めちゃめちゃいいじゃん。こんな簡単でいいの？綺麗にはならんな、なかなか。
全然まっすぐならん。なんかね、剥製の作り方とか調べてもなんか作ってる人があんまいないから出てこないですよね。人づてに聞くしかない。尻尾が弱いな、ふにゃふにゃ。この辺結構パンパンなんですけど、もうぬいぐるみだよなこれ。本当はなんかでっかい木を魚の形に削って、でそこにパカッとねはめたりするのがプロの技らしいんですけど、多分それね素人がやっても絶対うまくいかないと思うんですよ。こっちの方がまだうまくできると思ってこれやってみてるんですよ。あでもいいじゃん、マジでぬいぐるみ。結構パンパンに入れた方がいいわ。あ全然ダメや。なんやこれ。なんかね今入れてみた感じ、奥の方まで綿を入れようとするとパンパンに入れないと奥まで入らんのよね。なんで多分紙粘土でこういうね尖ったところとかを入れていって、で最後かさ増しでこの綿を入れるような感じだと思います。ということで紙粘土やっていきましょう。小学生ぶりなんじゃない？意外と重いんだね。ちょっと今からカメラ触れなくなるんで画角が変わんないです。うわーめちゃめちゃや。ちょっと嫌な気持ちになりました、触ってみて。めちゃめちゃや。いいんじゃないですか。わかんないか動画上じゃ。おぼつかない手でやってる剥製作りではありますが、多分ね1年後とかなったらバリバリにね剥製作りできるようになるはずなんで、やっぱ最初ねチャレンジすることが大事ですよ。多分1年後カジキついてカジキの剥製作ってるから、カジキつく方が難しそうだな。今こんな感じで奥に紙粘土入れました。そしたらまた綿を入れていきます。いやーこれな間違ってる気がするんだよな。この綿ではないと思うんだよね。明らかに反発が強いんだよな。ちょっとやっぱ紙粘土でいきます。難しそう。剥製の作り方教えてくれた人もむずいぞーってね言ってたんですけど、もうちょっとその理由が分かってきましたね。むずいです。めちゃめちゃむずいこれ。ようわからん。反対もやっていきましょう。こっち側ね。やっぱ汚れてきたね。さっきまでめっちゃ膨らんでたんですけど、これ紙粘土がこっち側についたことによってほらちゃんと下に落ちる。自重でこれいいかも。でこれでちょっと綿でかさ増ししよう。綿で少しだけかさ増ししてあげればいいんじゃないんでしょうかね。あいいじゃん。ちょっと薄いな。もうちょいいるな。ちょっと不格好なところもあるけど結構良さそうですね。でここちょっと接着剤で留めていきましょう。ちょっとね家の中に手頃な接着剤がなかったんでこれ使います。コーキング。風呂場とかに使ってある透明なやつです。でコーキングガンにセットします。これね風呂場をリフォームしようと思って永遠にしてないってやつですね。そこにガンを打っていこう。これだったら透明だし目立たないからいいんじゃないかなと思ってます。さてそしたらですね貼り付けの経緯にしていきましょう。こういうのね開いてた方がやっぱ綺麗じゃないですか。なんで針刺していきます。刺さんのかな。刺さった。ごめんなまな板、君がちょうどよかったんだわ。もっと開いてほしいな。剥製とか調べたら昆虫とかねこんな感じで針刺してるじゃないですか。魚もこんなさ閉じてるぐらいだったらこうやって伸ばしてさ針刺して固定した方がかっこよくないと思って。いや待って、これ木の上乗ってるとめちゃめちゃかっこいいな。これなんだ、めちゃめちゃかっこいいやん。飾る用の木買おうかな、乾いたら。でこれですねこのままだとちょっとお腹がねほら開いちゃうんですよ自重で。ちょっとテープで留めます。このテープ弱っ。なんかここに物を置いときたいな。このテープでいいんじゃない。いいや、テープとしては使えないけどこれ物置としては使えるな。はい、これで乾けばねいい感じになってるはずです。はい、ということでですね、剥製の処理が完成したんですけども、こっからですね3日ほど待っていきます。本当は何ヶ月もね乾燥させていかなきゃいけないんですけども、紙粘土が固まったぐらいで目をね入れていこうかなと思っております。はい、目を入れて、あと艶出しのねスプレーがあるんですけど、それをねかけて飾ろうかなと思っております。ということでまだ終わりません。3日後。はい、ということでですね、半年経ちました。完全にね、忘れてました。はい。ということで、超乾燥させることができたんで、ここからですね、アクリルスプレーをかけてピカピカにしていこうかなと思います。じゃあ見ていきましょう。だいぶね、いかつくなったよね。このまな板乾燥させるためだけに使ってたんですけど、まな板の上に置くとね、また渋いですよね。このまま剥製として完成させましょう。はい、じゃあですね、スプレーでね、コーティングしていくんですけども、さすがにまな板の上でできる作業じゃないんで、袋をかけていきましょう。オッケー。でも
木と剥製の相性ってめっちゃいいね。ちなみにこういうスプレーね、吸い込んじゃダメなんで、家の中でね、皆さんやらないでください。皆さんは外でやってくださいね。これかけると光沢が出て綺麗になるんですよね。かつ頑丈にもなります。頑丈っていうか腐りづらくもなりますね。じゃあ反対側にもアクリルスプレー塗っていきましょう。いいね、一気にアンティーク感が増した。ピカピカや。じゃあ次ドン、ゴマモンガラ、こちらもねやっていきましょう。やっぱこのままでも剥製としてかっこいいんですけど、やっぱりねアクリルスプレー塗ると一段とかっこよくなるんですよね。反対が平べったくなっちゃってんな。残念だ。まあどうせ見えないからいいですかね。もう半年前なんであんまりね記憶がなくて喋る内容がないんですけど、ごめんなさい。よし、いい感じや。はい、塗り終わったんですけども、大体ですね1時間ぐらいで乾燥するんで1時間待っていきましょう。はい、それではようやくで乾いたんですけども、最後ですね、目の部分がね若干乾燥してへこんじゃってるんで、こう整えて、でまた乾燥させて目を描いて完成といきましょう。では紙粘土を詰めていきます。よいしょ。入れすぎた。やばい、最後ここに来て汚しちゃってるんだけど。よし、オッケー。まあこんなもんでしょう。じゃあ乾くのを待ちましょう。この残った紙粘土はカメラマンにプレゼント。いりません。385円もするんだよこれ。385円だよ。いるやろ。いや、何に使うんですかそれ。遊べばいいやん。暇やろ。適当。暇やろ。めちゃくちゃ適当じゃないですか。よーし、帰ろう。はい、それではですね、1日経過しました。じゃあ最後ね、目を描いて、で、1時間乾燥させて、ようやく完成となります。じゃあ目を描いていきましょう。ようやく完成か。目どうしよう。正面向いてるとさ、目があって鬱陶しいから、ちょっと前方を見ときましょう。あんまりね、俺目が合うの好きじゃないんですよ。あ、いいじゃん。ちょっと前を見てる感じね。目ちっちゃいか。オッケー。じゃあ最後ですね、これ目にアクリルスプレーを塗って終了となります。長かったな。やべえ、にじむんだ。ラッカースプレーやるとめっちゃにじんでる。よくなかった。あー、やばいやばい。そっかそっか、油性ペンだから油性のスプレーかけるとにじんじゃうのか。なるほどね。じゃあラスト、もう乾かす必要なくなっちゃったんで、もう完成させていきましょう。やっぱね、これ合わせると渋いね。マジでいいわ。じゃあラストね、針で打ち付けて完成といきましょう。よし、じゃあ打ち込んでいくぞ。なんかネットで調べたら実際に剥製を打ち込むような針とかもあったんですけど、これでいいんじゃないでしょうかね。そんなに変わらんと思う。あんまり打ち込める場所がないんだね。うん、こんなもんでいいかな。で、おそらくこれだけだと時間の経過でどうせ落ちていくと思うんで、この見えないエラの場所に1本でビスを打ち込んどいて、それでね固定していこうと思います。あべ、危ね。でこれで一番固定できた。いいじゃん。超拡大すれば見えるけども気にならんだろ、こんぐらいやったら。オッケー、完成や。めちゃめちゃ渋いやんこれ。最高やん。はい、ということでこちらゴマモンガラ剥製完成でございます。剥製の動画ね、大体広告つかなくておすすめ載らなくてね、皆さん知らないかもしれないんですけども、ワニの頭の剥製だったりサメの歯の標本もね作ったりしてて、結構剥製溜まってきたんで、そろそろ置く場所をね作りたいよね。動画にしないと思うんですけど、このカーテンがねダサいんで、これを取っ払って、こんな感じでね剥製を置ける場所を作っていけたらなと思っております。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは